文字ってどんな？じゃあ目大きくいくで。意外とうまく描けたんじゃん。皆さんこんにちは、ダンサーの京香です。今日はバイオヒールボさんの新商品の撮影に来ました。撮影はすごいスムーズで、今回は3ルック、服変えてヘアスタイルも変えてやらせてもらったんですけど、一番最初の真っ赤な衣装でこう床に寝転んで上から撮影するっていうのが自分にとっては結構初めてかな、の撮影だったので、やってて面白かったのと、ちょっとワクワクしながら楽しみながらできました。そして今はオリーブ・ヤングさんと一緒に Dot to Line っていうインタビューのコーナーを始めたいと思います。ここにあるパネルで私がこうマークをつけて説明しながら見れるパネルが完成するというインタビューコーナーです。それでは質問に答えながらやっていきましょう。それではもうここに書いてあるんですけど、私がダンスを始めたっていう出来事から説明していきたいと思います。8歳の時にダンスを始めるんですけど、その時に行ったスタジオでもう相方であるマイカに出会う。で、そのダンスを始めたことっていうよりも、そこでマイカに出会ったことっていうのが私のこのダンス人生ですごい大きな出来事だったのかなっていつも一緒にやりながら感じながらやってます。多分マイカに出会ってなかったらこうやってこう世界に通用するダンサーになるとか、なんかそういう夢とかも芽生えてなかったと思うので、やっぱりここで相方であるマイカに出会ったっていうのが一番の私のダンス人生の大きな出来事だったと思います。はい。はい。スターキングっていう番組にマイカと2人で出させてもらったことがあるんですけど、いやーすんごいユニークなヘアスタイルだったんですよ。で、私もやしマイカもだし、やっぱ子供ながらにこだわりってやっぱりあって、その当時から自分たちが踊るのにやっぱスイッチが入る服装とか髪型とかなんかやっぱあるので、それがいい意味でも悪い意味でもすごい印象に残った旅だなっていう感じではあるんですけど、スターキング、あれが2008年。この時にゲストが東方神起さんだったんですよ。バトルをしてほしいっていうオーダーがあって、東方神起さんとフリースタイルバトルをするっていう。初のダンスコンテスト。8歳でダンスを始めて1年も経たずに出てるんですよ、大会に。しかも優勝したというもちろん優勝できるなんて思ってもいないし、もちろんそれを勝つ気では出てますけど、やっぱり私にとって本当初めてのダンス初めて最初の大会なので、すごい緊張した中で出た大会だったのがすごい印象にあるんですけど、一気になんかいろんなキッズの子たちからすごい目線を浴びて追われるようなポジションになった。もう一つ大きいのはやっぱり、世界タイトル、それが2016年のジャスデブ 2on2 の大会なんですけど、この世界一を取るっていうのが私の夢だったんですよ。で、2012年の時に初めてこの大会に出て、世界ワールドファイナルまで行って、本当最後の最後の決勝で2位で負けちゃったんですよね。だからそこの思い出がすごいある中で、もう悔しくてこの優勝を取るためにもうひたすら練習して、このちょうど1年前の2015年にちょっと病気してダンスできなくなるかもしれないっていうぐらいのちょっと命に関わる、すごい危ないところまで行った。その本当1年後、丸1年後にこの大会があったんで、なんかここでやっとダンスライフに戻ってこれたっていうのと、そのタイミングでやっぱり一番自分にとって大切なマイカと一緒にこの優勝を取れたっていうのはやっぱりすごい大きいですね。ダンスが嫌になった瞬間、そんなもうダンスに嫌になった瞬間はたくさんあります。でもこの間かな、なんか
8歳からこの2016年の間が一番多かったと思います。やっぱりそんだけこうプレッシャーがあって、みんなから期待された分そこに応えないといけないし、勝って当たり前の位置にいたからこそ、やっぱなかなかその自分が思ってる通りに踊れない、その例えば体の変化であったりとか、その時その時で全然違う、場所も違えばシチュエーションも違うので、なんかそこでの、葛藤みたいなのはたくさんありましたね。ここにはもう入りきらないので書かないですもうそんなもうこの10倍ぐらいありますけど、まあ。はい。は、やっぱりその2015年の、その、命に関わる病気にかかった時、ですかね。それまでもちろんダンス真剣にやってたし、いつも常に本気ではあったけれども、やっぱそういう何かに必死になることで一番大事な健康、今となってはこうやっぱりまだこう命があってダンスできてるので、それをこう学ばせてもらった。で、それを学ばせてもらったことによって、自分のダンスへの考え方とか、ダンスへの接し方っていうのも変わったので、やっぱりこの2015年が一番です。ビジー。一番忙しかった瞬間。自分の中ではもう常になんかバタバタしてる。本当ありがたいことに、すごい長い、何年もの間、いろんなところに読んでいただいて、特に言えばやっぱこの2、3年は、一番ピークに忙しいかなっていう。この2、3年でもう基本海外にいて、日本にいるのは本当月に1週間ないぐらいの、スケジュールでやらせてもらってるので、もうほんとずっと空の上で飛んでるっていう感じ。ビジー。なんかダンスのことを考えたり、なんか振り付けを作ったりもします？いやー、しないです、全く。もう移動時間でいかにどれだけ体を休めれるかっていう、そこがすごい大事なので、やっぱりこう長い間座ってるだけでも体にやっぱ負担がくるので、なるべく睡眠取れるように、余計なことは考えないようにしてます。お休み。2年ぐらいまであったこの SDC の時ありましたもんね。活動が制限されるっていう時間だったので、逆にそこで結構休めたかもしれないですね。最初の1年ぐらいはステイホームして、なんか好きな自分のホビーを趣味を家の中で DIY したりとか、最初のコロナの1年はやってた子は、ステイホームしましたということで、お休みです。ここでお休みしました。最近は、そうですね。特に結構、こういうモデルの、仕事とかをたくさんさせてもらっているので、同じアーティストの中のモデルっていうカテゴリーを、こう、今経験させてもらえてるっていうのはすごい自分の中で嬉しいことで、その中でまた、ダンサー強化では見れない、こう、一面とかっていうのを、写真を通して、なんか、こう、見せれてるたりとか、してるのかなとか思うので、なんかその辺は要チェックしてもらえたらなと思います。いや、ほんまにもうそういうセンスないんやけど、やばいけど大丈夫。すごいで。じゃあ、どんなあるっけ無地ってどんな？そうだよ。丸。じゃあお目目大きくいくで。どうですか？このなんで目がいろんな方向を向いてるかっていうと、いい意味でなんかそういうこう一日の中でいろんなインスピレーションをもらえるので、いろんなインスピレーションをもらってすごい頭の中がこうわーっていい意味でエキサイティングしてる。なんかただのこのスマイルっていう感じじゃなくって、もっとエキサイティングでもうちょっとクレイジーみたいな、いい意味でね、みたいな感じです。意外とうまく描けたんちゃう？もう今まで私に起こった一番大きかった出来事
で書かせてもらいました。そうですね。私は基本自分のライフスタイルっていうのはすごいブレないので、これからもそのままブレずにやっていきたいなっていう中ではあるんですけど、明日も自分ができる以上のことを望まない。努力した分だけの見返りがあればいいなって思うので、その自分の努力してる分に見なった結果がついてくるように、これからも自分のできることをやっていこうかなって思ってます。身の丈です。はい。これもすごい日本人っていうか、この日本語ではすごいこう意味の深い言葉かなと思うんですけど、もう本当に私はもうこれが大事かなってやっぱ思ってるので、これを大事にこれからも頑張っていきます。それではこれが今日のタイムラインでした。はい。最後に、はい。ありがとうございました。